こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、地図42枚目を半分まで埋めたところまでです。地図は 7×6 の長方形まであと少しとなりました。淡々と地図を埋めていく動画としては一つの区切りよね。週間目標を設定するのはモチベーション維持に不可欠なんですよ。もっともそれでもなお最近モチベが下がってきてます。踏ん張りどころです。さてバイオーム表ですが、相変わらずのメサ6種類とジャングルの突然変異2種類が依然未発見のままです。地図の方はここまで広がっています。ちなみにセーブデータは 2.8 ギガまで膨れ上がり、3ギガの大台達成もあと少しという感じです。さて、今回も淡々と地図を埋めていきます。まず10分ほど進んだところで草で隠れた峡谷がありました。通称テリーキラーよね。いえ、峡谷で落下死したのは村人の家の屋根から落ちた峡谷だけですよ。うわぁこの馬危なっかしいです。川になりたいんでしょうか。こんなところで落ちられると拾いに行くの大変ですよ。テリーほどには危なっかしくないけどね。そういえばしばらく謎だった、左手で地図が隠れる現象の仕組みの一部がわかりました。どうも船に乗っている時にインベントリを開くと地図を左手で隠してしまうようです。つまり、船を操縦しているのは右手でインベントリを開いているのは左手であり、インベントリを閉じた後で地図の下に左手を戻すのを忘れているんですよ。左手を戻すのを思い出すには船から降りてインベントリを開けば良いようなんですが、海上では面倒なことになるので上陸します。あや拾えない。今日もラグさんと仲睦まじくしています。さて、闇に紛れて船旅をしているところなんですが。まあいつもの現象です。あ、暗くて船を置く場所を見間違えました。どう見ても陸地と海を見間違えるほど暗くないわよ。なら、うっかり作業台の代わりに船を設置してしまいました。習ってなんなのよ。さて海も埋め終わり淡々とサクサク草原を埋めてるところですが、不応淡々と緑の危険物が湧いてました。あれ？クリーパーってどうやって戦ったらよかったんでしたっけ？ほんとしばらく出会ってなかったのですっかり忘れていました。ダイヤ装備を脱いでジャンプしながらクリティカルを狙えばよかったのよ。ダイヤ装備を脱ぐ必然性がわかりませんが、私もラバも無事で、自然破壊だけで済んでよかったです。うおー、トンネル発見です。トンネルはチェックポイントを兼ねているので見逃すとメサが見つからなくなる恐れがあります。でもこれ、割と普通のトンネルよね。殺傷力のかけらもなさそうよ。まあそんなことよりこの景色が見事です。あのてっぺんに生えた木がチャームポイントです。さらに進んだところでまたも単調で平凡なトンネルがありました。まあ念のため一応くぐっておきます。そしてようやく中級クラスのトンネル発見です。手前に2本の木を配置して彩り、中は薄暗く構成されてます。溶岩の配置がパッと見目につきやすいのも中級クラスよね。上級なら上から垂れ落ちてくるところよ。せっかく溶岩と池が近くにあったので理科の実験をしたくなりました。あまりやったことないですけど、溶岩流に水をかけると丸石が製造できるんですよね。お、無事にできました。でも思うのですがなんで丸石ができるんでしょうか。ダイヤ鉱石ができたらありがたみがないでしょ。少し進んだら、左を向いている地形がありました。あれ？右向きですね。さっきは見間違えたようです。さて、それから20分弱進んで地図も残りわずかというところなんですが。ふむ、スケルトンがいるようです。鉄の回収チャンスですね。
ここからはツルハシに持ち替えです。さっくりスポナーが見つかってくれればいいのですが。素直に洞窟潜った方が鉄が見つかるんじゃないの？見つけたかったのは宝箱の中の鉄なんですけど、精錬面倒なんですよね。お、やっぱりありましたね。無双タイムの始まりです。スケルトン相手だと矢を回収できるので躊躇なく矢を使えるのが嬉しいです。矢を回収しすぎるとインベントリ圧迫要因にもなりますからね。ちょっとくらいすぎじゃないの。何のためにエンチャント台や装備で身を固めてると思ってるんですか。さて、肝心の宝箱の鉄ですが、いつものように外れでした。でもいつもと違うのは、牛乳確保用にバケツを回収しておいたことです。少し前にウィッチの毒で怖い目に遭いましたから。さて、エンダーチェストを回収するときは慎重にシルクタッチを選ばないとなりません。これ間違えると大変なことになります。あれ？今持ってたのシルクタッチですよね？間違いなくシルクタッチです。回収できてるシラグさんの仕業だったのか。そしてその後何事もなく、無事に42枚目の地図を埋め切りました。それと同時に 7×6 の長方形達成です。なんかすごい広さになってますね。もしここが東京都なら、人口密度から計算すると100万人が住んでいる広さです。次の地図作成ポイントは、今の地図の北西の端なのですぐ近くです。いよいよ地図も、7×7 の正方形に着手という感じですね。メサは相変わらず見つかってないですが、まあ淡々と地図埋めないと見つかるものも見つからないです。気負いしないようにマイペースで頑張っていくしかないですね。もう全然見つかる気がしないけどね。100ほい。さて、43枚目の地図作成ポイントにぼちぼちつきそうなんですが、残念ながらポイントはギリギリ会場のようです。船出します。作成ポイントに近づいたところ、脇に陸地がありました。そこまでラバを連れてくればよかったです。ポイントの1微調整は船に乗ってるとやりづらいんですよね。降ります。あれ？なんか今見慣れない色が見えたような。まあ同席のせいです。ともかく地図制作しないとですね。さて、この地図が完成したらいよいよ冒険の時間、地図43枚目に突入です。なんか明らかに今まで見たことない色ですよ。これ、メサよね。テリーならいつか見つけると思ってたわ。そうですか。ともかくすぐ確認しに行きたいんですけどなんでこうバタバタしてる時に、ウオウヨが迫ってるし。さて朝にして、これでやることがなくなりました。正直確認しに行くのが怖いです。でも行かないとならない。さっきのがメサだったら、地上に出てからプレイ時間で129時間を経て、ついにメサに上陸することになります。そして、バイオーム表も85時間ぶりに更新されます。いざ、メサを目指してGOです。まあ間違いなくメサよね。ほんとここまで長かったわね。これでついにこの企画も終盤を迎えるのね。その件ですが、私も時々すっかり忘れてしまうのですが、冒険の時間実績をクリアするのに見つけないとならないメサは3種類あります。その全部のメサがここにあるかともかくこれは間違いなく誰が何と言おうとメサです。ウィキに貼ってあった画像のように地層が見えてます。私のワールドにもやっぱりメサはあったんだ。うわぁこれどうなってるんだろ。なんてことない地形の形状だけどインパクトあるわね。メサ、間違いないです。メサです。うわぁいいんですかもう上陸しちゃいますよ。さりげなくラグさんのいたずら。まあもうそんなの気にしない。メサです。私の辞書にはもうメサの文字があるんです。まあほんと、
これでようやく近所の人たちに出会った時に顔を伏せないでも済むようになるわ。さてと、地図はまたでかくなりました。ここに実績に関わる3種類のメサがあるかどうかですが、あるに決まってますよ。これだけ苦労したんですから。さて、次回はいよいよメサ探索です。それではまたね。バイバイ。